ブランディングってなんすか？やったらいいことあるんすか？どうもー、ナミヤです。カットされてバーチャル YouTuber になりました VTuber 講師ディスコテンメテオでーす。今回のテーマはブランディング。この動画を最後まで見ると、ブランディングって何ですか？なんで必要なんですか？実際にどうすればいいんですか？っていう実例まで分かっちゃいますんで、今すぐ高評価、チャンネル登録、そしてできれば Twitter のフォローまでしてご視聴ください。ぶっちゃけね、ブランディングしてないと何してる人かわかんない。よくいるタイプだよね。他の人と何が違うんですか？で、あんた何できんの？みたいになって、もしかしたらファンになってくれたかもしれない人たちが目の前をスルーしていっちゃったり、お仕事があんまり来なかったりみたいなことが起きるわけですよ。ってことはよ、よいしょ、ブランディングがちゃんとできればファンに見つけてもらいやすくなって、お仕事も来やすくなるってこと？そうなんですよ。実際にね、私の実績を見ると分かりやすいんですけど、私って2022年の1月に YouTube で初めて生放送してから2年1ヶ月かけてやっとチャンネル登録1万人になったんですね。でもそれよりも前に音楽フェスの MC を担当させてもらったり、専門学校で特別講師として登壇させてもらったり、他にも芸能界の方とか元プロの方が出るような APEX の大会で実況をお任せしてもらったり、地上波番組に出たり、インフルエンサーさんが集まる展示会のイベントにアドバイザーとしてお呼びいただいたり、競馬とか競輪とかね、いろいろ本当にたくさんのお仕事をさせてもらってるんですよ。これブランディングがもしできてなかったら絶対にこんなにお仕事来ません。じゃあでは先生、ブランディングって何なんすか？私たち VTuber にとって一番分かりやすい言い方をすると、おにゃーと言ったらこの人っていうなんか看板みたいなやつですね。企業とかのブランディングを勉強してる人はもっと小難しいこと言うと思うんですけど、ぶっちゃけバーチャル YouTuber はこの認識で OK。 例えば VTuber でおにゃーと言ったらこの人って思い浮かべたら結構いると思うんですよ。例えばギャンブラーと言ったら、はい、声優といえば、性教育といえば、はい、裏方といえば、はい、出ましたね。天海司さん、ルリネ、夕霧さん、ユージン A さん、A ちゃんですね。他にもね、APEX といえば、サブカルといえば、福岡県といえば、みたいな感じで上げていくと、思い当たる人たちがいるんじゃないですか？わかりやすく言うと、これがブランディングが成功している状態なんですね。実生活の話に落とし込んでみましょう。ちょっと手軽にイタリアン食べたいなとか思ったら、日本に住んでる人の8割以上かな。ほら、サイゼリヤでも行くとかって言いそうじゃない？これがブランディングの効果なんですよ。ここまで聞いたら、ブランディングがちゃんとできてればお仕事の話が来やすいっていう意味が分かったんじゃないかな。そうなんです。メテオはね、もうデビュー当初から MC です、お悩み相談の人ですってずっと言ってきてるんですね。で、実際に自分で企画を主催して MC できるよってところを実践していく中で、そういう系の依頼を誰かにしたいなって人がメテオを思い出してくれてお仕事が来るようになってるんですよ。すごくない？ここ最近でも大人数集められた時に回し誰かにお願いしようかなって主催の人がなった時に大体メテオ指名されるんですよ。いや、その成果出てますね。はい、これ VTuber だから2年ちょいでここまで来れてるんですけど、実際の会社の経営とかブランド経営だとその認識をしてもらうまでにお金もっとかけなきゃいけなかったり、もっと期間がかかったりとかします。逆に言うとバーチャル YouTuber は一般社会の企業さんとは比べ物にならないスピードと低コストでブランディングがしやすいってことなのよ。仕事来やすいのは分かったさ。でもさ、そういう企業案件とかでもまずファンが欲しいんだけどって人もいると思います。ファン獲得にもね、ブランディングって大事なんですよ。例えばさっき挙げたさ、ギャンブルといえば天海司さんってなった時に100人のギャンブル好きがおったら結構な確率で天海さんのチャンネル見に行ってそうじゃない？私の周りだとこのブランディングで成功してるのが、特撮好きって言って日朝の同時視聴が大人気な VTuber さんがいたり、サッカー大好きですって言ってサッカー観戦の同時視聴で同説を爆発的に伸ばしたりとかしている VTuber を知っています。まあ頭に浮かんだ人も多いんじゃないですか？その同時視聴ずっとし続けることによってイメージがついてブランディングが完成してるって感じです。サッカー観戦といえばこの人だよねってなってます。はいメテオ先生、ブランディングってやつはした方がいいの分かったけど、じゃあどうすりゃいいの？何から始めりゃいいの？落ち着いて今から説明しますから。ブランディングしたいなと思った時、大きく分けて大事なポイントが3つあるんよ。1、自分にできること、自分にマッチしたものであること。2、
自分の目標に沿った内容であること。3、需要、必要とされてるかどうかってやつ。この3つが重なったこの部分がブランディングで狙っていく方向です。なんかここでも目標言うてますね、メテオ先生。そうなんですよ、そうなんですよ。この VTuber 講師シリーズの第1弾でも説明して、シリーズ動画で耳たこになるくらい聞いてる目標が大事って話がここでも出てきます。ここだけの話なんですけど、このシリーズ動画は全部つながってて順番めちゃめちゃ考えて作ってるので、全部見た方がいいですよ。ブランディング実践編。さっき言った3つのポイントに当てはまる狙いのブランディングが決まったら何をしていけばいいかっていう内容です。ここでね、答えを私から言う前に動画止めてでもいいから自分自身でどうすればブランディングできるかなってちょっと考えてみてほしい。なんでかって、考えることを止めたら人じゃないのよ。人は考える足である。いやでも本当に自分が壁に直面したりやりたいことがあるときに脳みそを使う癖をつけた方がいいんですね。だからちょっとここで考えてみてほしいのよ。考えた？なんか一つでもアイデア浮かんだ？オッケーオッケー、じゃあ続き流して。まあね、なんか一つでもアイデアが出た人はそれが有効かどうかは実践してみないとわからん。やけどそうやって一つ一つ自分自身で頭使って目的のために仮説を立てて実際に行動してみて、それを反省してっていうこの PDCA サイクルってやつってよく聞くと思うんだけど、 PDCA って何って話なんだけど、 P プラン計画、 D Do 実行、 C チェック評価、 A アクション改善。これを何度も何度もやっていくと徐々にステップアップしていくっていう仕事とかビジネスとかでもよく言われるプロセスだから、あんまやったことなかったって人はぜひ覚えといてほしい。ここからは具体的な実践方法を7個紹介します。1、Twitter の名前とか YouTube のチャンネル名とかに入れる。2、Twitter の自己紹介文とか固定ツイート、 YouTube チャンネルの概要の部分とかにも入れましょう。3、自己紹介で名乗る。自己紹介動画等にもちゃんと入れる。4、YouTube のトップページをそれっぽく仕上げる。5、活動内容をその方向性にしましょう。6、見た目とか名前をその方向に寄せてみてください。7、ブランディングしたい方向性の人と絡んだり、そういうコミュニティに入る。これ見るとね、前回の VTuber 講師動画でコンテンツの特化大事だよって言ってたやつ、 YouTube の仕組み的に大事だよってだけじゃなくてブランディングにも関わってくるんですよ。わかりやすくこれやってますみたいなアピールっていうのはブランディングのためには必要なんですよね。他にもブランディングのためにできることはいっぱいあるんだけど、この辺りが分かりやすくて取り組みやすいんじゃないかなと。とはいえもう名前変えられないとか見た目変えられないとかって場合もあると思うので、できる範囲で少しずつやってみるのがいいんじゃないでしょうか。あとなんとなく察してるとは思うんだけど、ブランディングはすぐに効果が出るものではありません。時間がかかるんよ。メテオもさ MC 系の人ですで分かってもらうためにやっぱ時間がかかったし、ずーっと言い続ける、やり続ける、これがマジ大事なわけで、さっきも言ったように PDCA サイクルを回してみてほしい。普通の仕事にも役立つし VTuber として生きていくことや人生にも役立ってくると思うよ。ということで今回のまとめ、ブランディングイコールホニャララと言ったらこの人っていう自分の看板である。ブランディングは仕事もファンも引き寄せる。ブランディングには分かりやすいアピールと継続が大事。この動画シリーズ全部見てる人の中にはなんかいろんなことで成功できそうかもって思い始めてる人も出てきたんじゃないかなとちょっと思ってたりする VTuber 講師ディスコテメテオでした。今回は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコテメテオでした。